今回は PC エンジンのアクション RPG を中心にご紹介していきます。プリンセスメーカーの動画を作っていた時にガイナックスの赤井さんのキャラがパッケージにいる PC エンジンのゲームがあったなぁとふとゲッツェンディーナーのことを思い出し、今回は PC エンジンの動画になりました。ということでそのゲッツェンディーナーの紹介は最後にしつつ、 PC エンジンのアクション RPG といえばで、まずはこちらから行くのだ。私に CD ロムロムを買う決心をさせたファルコム作品イース1-2です。自分は1980年代のパソコンゲームブームからのゲーム好きです。1980年代は RPG というジャンルのゲームが生まれた年でもあるのだ。1981年には Apple II でウィザードリーとウルティマという伝説の RPG が発売されました。これがどうしてもやりたくて Apple II が欲しかったのですが、さすがに親に欲しいということすら無理でしたね。当時町内でも持ってる人いなかったんじゃないかと思うのだ。お寺の息子さんすら PC98 は持っててもアップルは持ってなかったわね。当時 Apple II というハードはめちゃくちゃ高額だった PC をある程度気軽にという形で当時アメリカで1300ドル程度で発売されました。ちなみに当時は1ドル250円くらいでしたので日本円では32万5千円ですが、40年前の価格ですし現在の貨幣価値でいうと4700ドルくらいということで、今の感覚だと日本人から見ると120万円です。さらにですが、当然ディスプレイもフロッピーディスクも別売りですから、セットで買うと本体の倍以上の価格になるわけです。一般のサラリーマンの子供や学生が買える代物だと思いますか？絶対無理なのだ。確かに親に欲しいというのも無理ゲなのだ。欲しいって言おうもんなら正気を疑われるようなレベルの代物ね。雑誌の広告をよだれを垂らしながら眺めるだけでしたね。そんな中ウルティマやウィザードリーの日本版が発売される前に1984年頃から国産の RPG が立て続けに爆誕していきます。個人的に夢中になったのは BPS からのブラックオニキス、クリスタルソフトの無限の心臓、ファルコムのドラゴンスレイヤー、 T&E のハイドライドなどが想像の中にしかいなかった RPG に飢えていた私の心を満たしていきました。翌年ウルティマが日本でも PC98 などでやっとこそ発売されますが、それよりも続編祭りでハイドライド2、無限の心臓2にドラゴンスレイヤー2としてザナドゥが発売され、3つともにめちゃくちゃハマりました。で、86年にはファミコンでドラゴンクエスト1が発売されますが、個人的には PC の RPG の方が面白いなと思ってたので、そんなにハマりはしておらず、ドラクエが面白いとなってきたのはドラクエ2からなので、まだ先の話だったのだ。86年の PC ゲームはファルコムの勢いはすごく、早くもザナドゥ2を出したり、エンディング含めた演出が素晴らしく、メディアミックスでコンプティークで連載してた漫画も大好きでしたのロマンシアが出ました。そして97年 PC88 でついに今でもシリーズが続いているイースの1作目が発売されます。まだファミコンのファイナルファンタジーが発売されていない時なのだ。まあファイナルファンタジーも面白いとなったのは2からでした。ちなみに FF3 は今でも自分の中の最高傑作 RPG の一つですね。最高傑作が何本も何本もあるのは置いとくのだ。で、イースです。めちゃハマりました。音楽も最高で、未だにイースの曲を聴くと心が躍ります。この頃はもうファルコムというメーカーのファンにもなってしまってました。97年のファルコムはイースの半年後にソーサリアンも出たしね。もう脳汁でまくりでしたね。やばいやつなのだ。まあそんな状態でイースやソーサリアンにドハマり中に発売されたファイナルファンタジーがファミコンの PC 比較のスペック的に仕方ないのですが、グラフィック的にも音楽的にも物足りないと思ってしまったのは仕方なかったんじゃないかしら。 T&E からはちょうどハイドライド3も出てたってのもあるけど、当然そんな人の方がマイノリティだったと思うのだ。時代的に PC ゲームなんてよりも
ファミコンの方がマジョリティに切り替わりつつあったしね。個人的にそんなファルコムに対してのテンションだったところにイース2が出たわけで、まあこっちも夢中になりましたね。そしてついに PC エンジンのイースです。そんな大好きなイースの1と2が一緒になってデモムービーやなんとボイスの追加と色数が増えたグラフィックやアニメーションの強化に音楽も CD 音源にてパワーアップした PC エンジン CD ロム版が発売されるとなり、当時高額で手を出さなかった私に PC エンジンの CD ロムを買う決心をさせました。そんなこんなで1989年のイースの発売日に CD ロムロムをストリートファイター1と一緒に買ったわけなのだ。話が長くなりましたが、とにもかくにも PC 版でたっぷり遊んでるのに、この PC エンジン版も夢中になって遊びましたね。オープニングから衝撃だったわね。いきなりギレンザビのナレーションが聞こえてくるんだもの。言い方なのだ。とにもかくにも歴史に残る名作の一本ですね。イース1、2 PC エンジン駿河屋中古価格2390円です。当時 PC エンジン CD ロムロムを買った人はみんな買ってると勝手に思ってましたが、それくらいは売れてたと思いますが、それでも今もまだこの価格なのは未だに続くイースブランドの強さかもしれません。というところで、ファルコム作品の PC エンジンの CD ロムロム作品としてもう一本棚にあったこちらもご紹介しておきましょう。ブランディッシュです。オープニングの演出はファルコム作品らしくとても凝っているのだ。ちなみにパッケージにいる女性は主人公にあらずです。はい。主人公はそのドーラの下にいるアレスなのよ。あ、よく見たらいたのだ。この女性が剣を金田パース張りに持ってると思ってたのだ。まあその流れはコンシューマーだとスーパーファミコンでだけ発売されたブランディッシュ2でも変わらないけどね。なんか主人公踏みつけられてるみたいなのだ。そんな主人公ですが、当時はまだ中二病って言葉すらありませんでしたが、彼の設定を聞いてください。賞金稼ぎにして100万ゴールドの賞金首でもあり、無口無表情にて無情の男、様々な武器を使いこなし、武道家でもあり、武器がなくても強いのです。確かにこの時代にしてはちょっと中二感があるのだ。そんな魅力的な絵とキャラのブランディッシュですが、ゲームとしてはちょっと厳しいです。特に PC エンジンなどコンシューマー版ですが、もともとが PC のマウスオペレーションに特化したゲームで、パッドで遊びにくく、ゲームを把握していないと何が起こっているのかすらわかりません。移動しようと十字キーを動かすとこんな感じよ。これってワープしてるのか？そう思ったら負けです。そちらの方向に切り替わってるんです。回転してくれればいいけど、切り替わりじゃすごくわかりにくいのだ。それもこの向き替えをしっかりこなさないと、ダンジョン攻略に必要なスイッチやアイテムをうまく見つけることができません。なんとまた例えば宝箱を開けるのも B ボタンを押しながら十字キーの下だったりと、マウスで遊ぶ分にはある程度感覚的に慣れていくんだけど、パッドで遊ぶのはちゃんとマニュアルを読んでしっかり頭の中で保管しながら慣れていく必要があるわね。久しぶりに遊んで混乱したのもありますが、戦闘が難しいですね。なんていうか、敵がリアルタイムに動く不思議のダンジョンみたいな感じで、操作をもたもたしてると敵の攻撃ばかりが当たってしまってすぐに死んでしまいますね。ってところで次に行きましょう。諦めるの早なのだ。ブランディッシュ PC エンジン駿河屋中古価格4530円です。地味に価格が上がってきてる気がしますが、どうなんですかね。 PC エンジンとかメガドライブはスーパーファミコンのゲームより出荷本数少ないってこともあって、高額化してるものがすごく多くなってきてるから、全体もじりじり伸びてるのかもしれないわね。お次はマイクロキャビン作品でのフレイ CD サーク外伝です。とフレイの話の前に、マイクロキャビンというと
皆さんはどんなゲームを思い出しますか？私は最初期のミステリーハウスを筆頭としたアドベンチャーゲームのイメージなんだけど。ミステリーハウスはもともとはアップルのゲームで、マイクロキャビンは日本語版の移植制作をした形ですね。このミステリーハウスは館の中に隠されている宝石を探し出すシンプルなアドベンチャーゲームなんだけど、めちゃくちゃエポックメイキング的なアドベンチャーゲームなのよ。どんなところがなのだ？ミステリーハウスは1980年に発売された作品ですが、70年代までのアドベンチャーゲームというのはテキストのみで文章を読んで単語を入力して進んでいくものだったところに、ラインで描いているワイヤーフレームのような絵だけど画像表現が入った世界で最初のアドベンチャーゲームなんです。小説しかなかった時代に漫画が発明されたみたいなものか。まあ例えるならそうかもね。もちろん日本初もこのマイクロソフトの移植版だけど、元が海外ゲームというのもあったからか、コマンドは英単語の入力だから、当時は辞書片手に遊んでたわよね。 PC で英語辞書の検索とか、そんなオンライン環境もない時代でしたしね。それにゲームもまだまだ文字だけってのはあって、そもそも最初に遊んだローグとかも文字だけのゲームでしたし、アドベンチャーゲームにグラフィックがあるだけでとても新鮮で、それだけで面白く感じました。後に知ったのですが、オリジナル版は8人の男女が館に招かれて宝石探しを始めるけど、一人また一人と殺されていくので、自らの身を守りながら宝石を探すみたいな、まさにミステリー仕立てだったみたいだけど、日本版は登場人物はプレイヤーだけで、家の中の仕掛けを見つけて探索して宝石を探して逃げるという一人脱出ゲーム的な感じになっているのよね。それだけ聞くとだいぶ削除されてる感じがするのだ。まあ何にしてもこれのヒットで日本でもちょっとしたアドベンチャーゲームブームがあった気がします。マイクロソフト版が1982年に発売されて、翌年 T&E からスターアーサー伝説が発売されたり、特に中間色がついて格段に綺麗になった印象でした。ハドソンから英語コマンドのチョイスがちょっと難しいデゼニランドが出たり、舞台はディズニーランドのパロで、ゼニがたくさん出ていく遊園地を舞台に伝説の秘宝ミツキマウスを探すという、今だったら絶対怒られて発売できなさそうな背徳感も楽しかったですね。同じハドソンから発売されたサラダの国のトマト姫はファミコンにも移植されてましたが、パソコン版は文字入力だったので、これまた単語が独特で、やることは想像つくのに単語が思いつかずハマるなんてことがあったわね。椅子から立つのではなく、椅子から立ち上がるが正解とか腹立った記憶があります。同じ頃にファルコムがホラーアドベンチャーホラーハウスを出したけど、その後に作ったデーモンズリングって作品がすごくて、当時のアドベンチャーゲームってラインで画面を描いて色を一色ずつ塗ってって感じをぼーっと眺めながら遊ぶものだったんだけど、それはそれで今では想像ができないのだ。このデーモンズリングは色付きの画面が読み込み後一瞬で表示されるのよ。あれは衝撃的だったわね。あとこの時期はたくさんのパソコンゲームが発売されてましたが、友人たちと同じゲームを買わないようにしてお互いの家に行き来して遊んでましたね。ハードは自然と派閥ができて分かれてた気がするわ。 NEC 派で PC98 や PC88 の人に、シャープ派の MZ とか X1 の人、富士通派で FM7 の人とか X68000 が至高みたいな人とかね。東芝のパソピア派は友人にいませんでしたが、 MSX 派の友人もいなかったんですよね。自分は NEC とシャープを行ったり来たりして、最後は98シリーズでしたし、MSX は今になって買っておけばよかったなぁとか思ってるというか、今になって欲しいゲームが結構あって困ってますが、当時のパソコンとしてはグラフィックが弱すぎてたと思うんですよね。低価格の初心者向け感が強かったから、そういう意味では世代が違うのかもしれないわね。全く今再生してるゲームとは関係のないアドベンチャーゲームやパソコンの話を続けてしまいましたが、話を戻しましょう。マイクロキャビンはそんな日本初のアドベンチャーゲームを制作したわけですが、
何本かの IP ものアドベンチャーなどを作っていった後にドラクエ FF などで来た RPG ブームに乗ってサークというアクション RPG を制作してうまくブームに乗ってヒットさせてきました。そのサーク自体も PC エンジンで発売されていましたが、当時は PC 版で遊んでいたので PC エンジン版は買っていなかったのだ。で、こちらのフレイはサークのスピンオフ作品として MSX で発売されたゲームだったので遊んでいなかったので PC エンジン版が出た時にはサクッと買っていました。サークだけに。遊んでみるとアクションシューティングという感じではあるのですが、プレイ感的には危機開会とかに似てる気がします。言われてみると確かになのだ。貯めて打つ魔法が強いのでちょびちょび打ってるよりも貯めて打つを繰り返す方が楽な感じがします。一回使い切りみたいな魔法もあるので、そこらを手に入れた時は大事なところまで取っておくのだ。それと半分は敵配置などの覚えゲーではあるので繰り返しが基本ですが、コンティニューでゴールドなどパラメーター引き継ぎなのでゲームオーバーになっても損した気はしません。むしろわざとゲームオーバーになってお金を貯めるもありかもなのだ。面倒ですがね。難易度はこの時代の PC ゲームベースにしては序盤は結構カジュアルに遊べると思います。このサークシリーズがヒットしてしばらく RPG 中心路線に切り替えてた時代はマイクロキャビンが一番乗ってた時かもしれませんね。ただもともと PC ゲームメーカーではあるのでコンシューマーに移植されてるものが少なかった印象です。今改めて遊びたいゲームも多いのだ。フレイ CD、サーク外伝、PC エンジン、駿河屋中古価格 15,100 円です。あら、ちょっとプレミアってきてるのね。どうでしょう。ちょっとマイナーな作品なのかもしれません。フレイ自体はゲームギア版も出ていますが、そのゲームギア版を調べてみたらこの PC エンジン版よりかなり高額タイトルになっちゃってるのだ。というところで今回は最後になります。ゲッツェンディーナーです。こちらはプリンセスメーカーと同じガイナックス制作でキャラデザは赤井高見さんになります。開発のスタジオアレックスはクリスタルソフトで無限の心臓ファルコムに移籍後ソーサリアンなどに関わった人たちが作った会社で、コンシューマーでこのゲッツェンディーナーやメガ CD のルナシリーズなどを手掛けた会社です。とても良いゲームを作っていた会社なのですが、ゲームアーツと揉めて裁判で負けて倒産までしてしまいました。とても残念な話なのだ。面白いゲームを作れる人たちが権利とかで揉めて消えていっちゃうのって本当に残念な話よね。ファイアーエムブレム関連とか夕闇通り探検隊絡みとかですかね。感は9大。こちらのゲッツェンディーナー、この始まりとか設定ってプリンセスメーカーのオープニングとか娘が来る前のお話に雰囲気近い気がします。この主人公もプリンセスですしね。プリンセスメーカーの最初のところが遊んでみたいって思ったことありますが、考えてみるとその一つがこれだったのかもですね。赤井さんが関わっているし、ちょっとはそんなアイデアがあったのかもしれないわね。エンディングがプリメにつながってると楽しいのですが、今映っている通り勇者は魔物と相打ちになってしまって、お姫様が結局一人で逃げ出すって形になってしまってるので、ちょっとプリメにはならないですよね。さて、ゲームジャンル的には一応アクション RPG ですが、バトルはさほど難しくないのと、フィールドの謎解きは多めでプレイ感的にもアドベンチャーゲームな雰囲気ではあります。特徴的にはクォータービューで細かく動くキャラクターたちにテキストもボイスも一切ないのに謎解きが多いので、何をするのかなど自分で試行錯誤して進んでいくのですが、理不尽な難しさとか分かりにくさはなく程よい感じがします。とはいえ説明不足や演出不足は多く想像はできるし、なんとなくわかるけど、あと少し頑張って丁寧に作ってくれたり、ストーリーパート的なムービーなどがもう少しあれば世界観に浸れるようになると思いますし、
もっともっと良いゲームになっていたとは感じます。あと一歩、もったいないって感じが強いゲームなのだ。まあ今回久しぶりに立ち上げても全然覚えてなくてもなんか黙々と遊んでしまったので、そういった魅力は持っているかと思います。ゲッツェンディーナー PC エンジン駿河屋中古価格4870円です。というところで今回はここまで。なんだか今回は紹介しているゲームと関係のないレトロ PC ゲーム雑談が多かったのだ。いつもこんな風ってわけじゃないけど、毎度思うがままライブ感覚で動画を作ってるので、どんな動画になるか自分でも作り出すまで分かってませんが、引き続きいろんなゲームをいろんな方向からいろんなテーマでご紹介していきます。ではでは今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。